イムはおそらく自身が数百年かけて修練したドミリバーシの能力が同じ日のうちに3つの全く異なる方法で打ち破られるとは夢にも思わなかっただろう。あらゆる異変がこの時に集中した。ゾロを代表とする武力陣営はドミリバーシを受けた悪魔を直接切り伏せ瀕死状態にさせることで能力の解除と再生を引き換えた。チョッパーを代表とする治癒陣営は物理的な打撃によって支配された者の魂を叩き出し比較的苦痛のない手段で救治を完了した。そしてルフィとロキを代表とする陣営に至ってはイムの支配を完全に無効化したのである。このような光景を見ればかつてのロックスでさえも悔しがるに違いない。大地は具のごとしとはよく言ったもので、イムはこの2人に特殊性があることを知りながらも無理に試そうとし、結果として徹底的な敗北を喫したのである。ここに至り、一部の読者は能力の設定に矛盾が存在するのではないかと疑問を抱くかもしれない。なぜ38年前には絶大な威力を誇ったドミリバーシが今になって大幅に弱体化したように見えるのか？事実として作者の小田栄一郎は今回異なるストーリーテリングの手法を採用し、イムの能力の真相を解き明かす手がかりのかけらをこれら3つの突破方法の中に巧妙に分散させている。これら3つの手がかりを統合することで次第にイムの能力の本質に触れることができるだろう。イムの能力について深く考察する前に、人間を悪魔へと変貌させるもう一つの能力について振り返る必要がある。鬼ヶ島での決戦中、クイーンは極めて危険なウイルス兵器表記ウイルスを使用した。感染者は全身が冷え、徐々に凍りつき、最終的には死期のような怪物へと移化する。さらに恐ろしいことに、生かした感染者は理性を失い、無差別に攻撃を仕掛け、生存者にウイルスをさらに感染させていく。注意深く比較すると、表記とドミリバーシを受けた悪魔の外見には高い類似性が存在することがわかる。これは作者が構想する悪魔の標準的な形態を代表しているだけでなく、その背後にはワンピースの体系における人間が悪魔へと移化するという深層論理が隠されているのかもしれない。まずクイーンの武器技術の背景はジェルマ66の改造人間技術と同源であり、どちらもかつてのマッツチームから派生したものである。そして同チームのすべての技術的基盤はかつてベガパンクが発見した血統因子に由来している。ベガパンクはこれにより人体の改造の王妃を掌握し、さらに人造悪魔の実、グリーンブラッド、パシフィスタ、そしてセラフィムといった数多くの産物を研究開発し、悪魔の実、機械技術、そして人体の血液を完璧に融合させ、強大な戦闘力を形成することに成功した。この技術とイムの間には極めて密接な関連性がある。マリージョアと神々の地の遺跡の秘密に対する過去の考察を振り返ると、聖地の地下に隠された巨大な機械空間は、そこに高度に発達した先進文明がかつて存在していたことを強く暗示している。イムがルルシア王国を壊滅させるために使用した古代兵器は、その稼働に消費されるマザーフレームが古代のエネルギー技術を模倣して開発された産物そのものである。さらにイムはその中核である配下の五老星の中に科学防衛部神という役職を特別に設けており、その目的は時代を超越した各種のテクノロジーを発掘し、それによって世界を支配するに足る絶対的な力を掌握することにある。過去数百年間、世界政府は常に人間の巨大化技術を攻略しようと試みており、パンクハザードの研究所において大土戦団全体を表風することさえ厭わなかった。これらの様々な兆候は、イムが決してそこの浅い軽率な支配者ではなく、深い技術的背景を備えた権力者であることを十分に証明している。この論点に関して、最新の第1178話では、新たな証拠が現れた。ソマーズ星の機械の心臓である。作者が意図的にこのカットにクローズアップを与えた意図は、明らかにキャラクター自身に焦点を当てることではなく、アンモナイトの形をした機械のパイプと精密な部品で覆われた特殊な装置を見せることにあった。現実世界における人工心臓は心不全を治療し、人体の血液供給を補助する重要な医療機器として命を救うことを第一の目的としている。しかし、神の騎士団の体系においては、深海契約の存在により、そのメンバーはすでに肉体的な不死を得ている。したがって、この機械の心臓の効用はただ一つ、つまり戦闘力の強化しか残されていない。心臓を機械化して改造することにより、ソマーズ星は追加の力の加護を得ることができた。
この目標を実現するための革新的なアプローチは極めて高い確率で何らかの特殊なエネルギーに依存している。機械の心臓を乾燥した紙の騎士はそれによって特定のエネルギーを吸収し、普通の人類はおろか一般的な能力者をもはるかに凌駕する驚異的な力を得ることができる。過去に登場した壁画のディテールを思い返してみると、画面内の巨大な悪魔が手にしている核はまさに太陽のようであった。壁画には星型のエネルギー体が満ち溢れており、これらのエネルギーは古代文明全体を駆動しただけでなく、その王者が世界を統治するための基盤であった可能性も極めて高い。注目すべきは第1176話において非常に類似した展開が描かれていたことである。リリスは万能吸収変換炉を利用してエネルギーを吸収し、それをフランキーに転送することで彼を著しく強化した。このシーンは前述の推測を具現化した縮図と呼ぶにふさわしい。以上のことから初期的な結論として次のように導き出せる。イムは極めて高い確率で何らかの特殊な能力や体質を備えており、膨大なエネルギーを吸収することでより強大な特殊進化を遂げることができる。そしてこの技術はすでに機械の心臓という形で神の騎士団のメンバーにコピーされており、彼らにさらに強力な第2段階へと移行する能力を与えているが、現在の限界は彼らにエネルギー変換を提供するメカニズムがまだ登場していないことにある。サンジはここにはにおいて継続的に神の騎士団の実力に対して疑問を呈しており、これは間もなく物語が反転する伏線である可能性が高い。言い換えればエルバフ編の戦争の規模は今後さらに拡大し、イムと神の騎士団の真の戦力はまだ完全には披露されていないということだ。ルルシア王国が滅亡した際、サボが上空で目撃した巨大な黒い影はおそらく未確認飛行物体や空中要塞などではなく、マザーフレームのエネルギーを飲み込んだ後、短時間で巨大化を実現したニーズヘックに匹敵するだけの実力を備えた重形態のイムであったのかもしれない。800年前、ジョイボーイとその仲間たちは何らかの方法でイムが完全体へと進化するのを阻止することに成功した。まさにその理由から、この果てしなく長い800年の間、イムは常に暗躍して力を蓄え、すべての構想を完全に終結させることができる最終的な時が来るのを待ち望んでいたのである。このことからわかるように、イムは単なる能力者でもなければ、単純なサイボーグでもなく、悪魔の実の能力と古代のテクノロジーを深く結びつけた変異体なのである。彼は天龍人のいわゆる国宝を掌握しているだけでなく、その体内には常識を凌駕する力を持つ強大な古き神、つまりニカやニーズヘックと同格の存在を宿しているのだ。これら3者は悠久の歴史の長河の中で極めて複雑な立場の変遷を経験してきた。第一世界の時代、ニカはニーズヘックと派を交え、最終的に親友となった可能性が極めて高い。第二世界の時代に至ると、ニカとニーズヘックは悪魔の形態として降臨し、ある強大な悪魔に対抗するために共闘した。そして現在の第三世界へと進化し、ニカとニーズヘックの力はそれぞれルフィとロキの体内へと受け継がれた。この2人はエルバフ編の幕開けから特殊な絆を示している。ロキの真の立場がまだ明らかになっていない状況にあっても、ルフィは直感的に彼を信じることを選んだ。言葉では言い表せないこの自然な親近感は、おそらくこれら2つの悪魔の実に内在する自己意志に由来するものだろう。動物系原獣種の悪魔の実は普遍的に独立した個性を備えており、ニカとニーズヘックは長い力の伝承の中で具体的な記憶こそ残していないものの本質的な相性を止めている。彼らはかつての戦友に対して自然と親近感を抱き、かつての敵、すなわちイム側の勢力を本能的に拒絶する。故に2人がドミリバーシにこううことができた根本的な理由はすでに明白である。かつてニカとニーズヘックはイムが代表する怪物と激しい戦いを繰り広げたことがあり、その結果としてこの劣悪な支配力に対する一種の本能的な免疫抗体を生み出していたのだ。当時ロックスが苦心して探し求めていた2つの伝説級の実は、暗がりに潜む支配者をかつて恐怖させたこの2つの力の源であった可能性が極めて高い。もちろん一部の読者は次のような疑問を抱くかもしれない。単に2人がどちらも悪魔の実の能力者であるという理由だけでドミリバーシを直接免疫できたのではないか。現在のストーリーにおいて能力者がこの力に支配された前例がまだないことを考慮すると、この推論には一定の説得力がある。
しかし論理的に推論すると、これはイムが犯すような初歩的なミスではないはずだ。能力の保持者としてイムは自身の能力の弱点を必ず熟知しているはずである。もしその能力が悪魔の実の能力者に対して無効であるならば、ルフィとロキを攻撃するためにわざわざ労力を費やすことは絶対にないだろう。彼の行動は意図的な思考に近いものであり、現在の自分の力でニカとニーズヘッグの意思を強制的に征服できるか、そしてこの2者の間に憎しみの対立を生み出せるかどうかを検証する意図があったと考えられる。しかし最終的な思考結果は、彼の企みが思い通りにはいかなかったことを示している。反証となるもう一つの詳細として、神の騎士団の内部には複数の能力者が存在しているが、彼らもまた等しく契約の厳しい制限を受けている。この事実はイムの能力が悪魔の実の能力者に対しても同様に有効であることを十分に証明している。ではなぜゾロが与えた致命傷もドミリバーシを打ち破ることができたのか。ドミリバーシの根本的な論理は、寿命を消費することを代償として不死の身体と力を得るというものだ。もしその不死身のメカニズムが破壊されれば、悪魔の契約はそれに伴って無効化され、支配能力も同様に解除される。このような能力の弱点をついて打破する戦略は、通常の悪魔の実の能力者に対処する際の革新的な考え方と全く同じであり、これはまた側面からイムの力の体系がまだ完全に悪魔の実の能力という固有の枠組みを逸脱していないことを裏付けている。最後に、最も考察の価値があるチョッパーに焦点を当てる必要がある。彼は一体なぜ、単なる物理的な手のひら底打ちだけで怪物を浄化することができたのか。世間ではよく、これは人々の実が覚醒したことで得られた人に人間をやり直させるという神の力だと冗談めかして語られる。そうした冗談はさておき、作者のストーリー展開には確かに予想外の仕掛けがよくある。まず、チョッパーによって治癒された悪魔は顕著な特徴を示している。それは彼らの体内から黒い影のような物質が叩き出されるということだ。ドミリバーシを受けた巨人たちのセリフを総合して分析すると、この黒い影は一人一人の内面に潜む悪意、すなわちいわゆる人間の邪悪さを具現化したものである可能性が高い。ドミリバーシは本質的に支配された者の内なる邪悪な側面を増幅させ、彼らを悪魔へと堕落させる。同時に支配された者の行動や言動の特徴は全て狂気の状態に陥るが、この症状はクイーンの表記ウイルスと全く同じである。どちらも生命力を消費して力の強化と引き換えるというメカニズムに属しており、表記とドミリバーシの設定上には確かに多くの共通点が存在する。深く考えるべきは、前回表記ウイルスの危機を成功裏に打開したキーパーソンもまたチョッパーであったということだ。この展開の再現は決して偶然ではなく、作者がチョッパーを万能役にするという革新的な夢を実現させるためのストーリーラインを段階的に推進しているものである。最近、読者層の間でチョッパーの人々の実の真相設定に関する推測が大量に行われているが、現在の兆候から判断する限り、彼の人々の実の通常形態は確かに基礎レベルに止まっており、まだ覚醒の兆候は示していない。この実に特殊な価値を本当に与えているのは、実のところチョッパー自身の医学的才能と科学研究の成果である。チョッパーが研究開発したランブルボールは、動物系悪魔の実における最強の補助飛躍と呼ぶにふさわしく、この技術はさらに、ミンク族が日中の環境下でもガツの獅子に変身できるようにする特殊な薬品さえも派生させている。そしてガツの獅子形態もまた本質的には、生命力を消費して一時的な力の爆発と引き換える戦闘技の一種に属している。ランブルボールの作用原理は、動物系悪魔の実の変形波長を妨害し、それによって強制的にさらに多様な変身形態を派生させることにあり、怪物強化もその一つである。今やチョッパーの物理攻撃を通じて、ランブルボールの妨害効力は他の種類の異常な変身に対しても実質的な影響を及ぼし始めている。もしドミリバーシもまた何らかの能力によって施された変形波長に基づいているとするならば、ランブルボールの薬力による妨害に遭遇した後、その変身状態が直接解除される可能性が存在する。作者が以前、チョッパーがランブルボールを服用するクローズアップシーンを特別に描いたのは、おそらくこの打破のメカニズムに対する伏線的暗示だったのだろう。マクロの視点から観察すると、チョッパーとイムはどちらも科学技術と悪魔の実の能力を深く融合させることができる特例に属している。
イムが結んだ悪魔の契約はその本質において呪いに偽装された古代テクノロジーと悪魔の実の能力を融合させた複合的な産物である。その契約の対象は人間の個体に限定されず無機物のレベルにまで及んでおり、だからこそイムは戦闘中に銃器や探検などの実戦武器を意のままに具現化することができるのだ。さらに言えば彼はおそらく空間そのものと契約を結んでおり、それによって五老星や神の騎士団などの配下の戦力が長距離の迅速な瞬間移動を実現できるようにしているのかもしれない。イムはかつて自身とニカ・ニーズヘックとの間の未曾有の戦いが世界を完全に分裂させることになると豪語した。これと鮮明な対立をなすのがジョイボーイが残した大秘宝ワンピースであり、その革新的な寓意はまさに世界を再び一つにつなぐことにある。イムの契約は絶対的な支配と独裁を象徴し、ニカの笑い声は絶対的な解放と自由を代表している。これら2つの全く相反する思想の革新は、おそらく当時の半月の忍と月の忍という二極化した世界観の衝突そのものであったのだろう。しかしながら、歴史の行方は最終的に究極の選択に直面することになる。800年前、全知の能力を備えたある戦知者が未来の構図の変化を予見し、それに基づいて後世を予示する進展の壁画を残したようであり、同時にこの戦知者の行動こそが光月時が時空を超えて現代に到達するきっかけを作ったのである。この壮大な謎の具体的な内幕については、今後の考察で詳細に展開していく予定である。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。